私の姉ちゃん、もうすっごい心配性なんですよ。もうネタが次から次へと出てくるんですよ。はい、皆さん、こんにちは。ホリスティックライフコーチの立花さゆりです。今日は、心配性は病気ですということでお話ししていきたいと思います。最後まで見てください。はい、心配することによってもたらす影響っていうのがたくさんあります。心配性の人って結構多いですよね。まだ起こってもないことに対して、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようというふうに悪い想像ばっかりしてしまいますよね。その結果、夜も眠れなかったり、気持ちがずっと落ち着かなかったりしますよね。この心配する癖は私たちの波動を下げてしまう悪い思考習慣です。今日はこの心配癖、心配思考についてはっきりお話しします。はい、結論から言います。結論は次の3つです。まず、心配することによって私たちは自分たちの波動を下げてしまう危険があります。結論その2、その心配したことを実際に引き寄せてしまう危険があります。そして結論その3、実際に心配することによって相手の成長を妨げてしまう恐れがあります。心配は性格でもなくて、ただの悪い習慣です。だから直せるんです。まずこれだけ言っておきます。心配ごとの 90% は起こらないです。これはっきり言わせてください。心配ごとの 90% は起こりません。思いがけない出来事っていうのは、そもそも私たちが予測できてなかった時に起きるんです。例えば、朝家を出る時に駅の階段でつまずいて転んだらどうしようっていうふうに心配しないじゃないですか。でもそういう時に限って事故が起こったりしますよね。はい、こういうふうに実際に心配してなかった時に事故が起こったりするんですよね。はい、心配しても何も防げれないっていうことです。心配しても何の意味もないんです。心配っていう言葉なんですけど、漢字を見ると心を配るって書いてるんですけど、実際は心を配ってるわけではないんですよね。実は逆なんです。私たちはこの思考で物事を引き寄せれる力を持ってるんです。なので、心配することによって悪いことを引き寄せてしまう危険があるんです。特に大事に思っている家族やパートナー、子供、お友達などにその悪いことを引き寄せてしまうんです。大切に思ってるからこそ心配してるっていうのはダメです。それは迷惑行為になってしまう場合もあります。例えば、旦那さんが浮気をしてしまうんじゃないかなっていうふうに心配してたら、本当に旦那さんが浮気をしてしまったっていう話をよく聞きませんか？はい。3番目の心配は相手の成長を止めてしまいます。特に多いのが、子供のことを心配しすぎて、その子供の行動範囲を制限してしまう親御さん。これは子供の成長を妨げてしまう大きな原因になります。危ないからといって、その子供を一人で行かせたくないって言って、その子供自身の自立できる成長を妨げてしまってるんです。私たちは失敗や経験から学んで成長します。心配で先回りして行動を制限してしまうと学ぶチャンスを奪ってしまうんです。はい、心配性の皆さん、ではどうすればいいのかっていうのをお伝えいたします。心配する代わりに信じてあげてください。あの子なら大丈夫、あの子ならできる、あの人なら大丈夫、あの人ならできるっていう風に、そしてあなたならできるよっていう風に応援してあげてください。もしご自身が経験したことなら簡単な助言だけしてあげてください。もうそれで十分です。なので心配と配慮は全く違うんです。心配性の方に申し上げたいです。心配事が出てきたら自分にこう言ってください。心配事の 90% は起こらない。そしてなるようにしかならない。そして心配しても無駄っていう風に自分に言い聞かせてあげてください。その代わりに今のこの時間を大切にすることが大事です。今を有意義に丁寧に過ごす。これが一番人生を良くします。はい。そして最後に心配する代わりに予測とその準備をしてください。感情的に心配するのではなくて、冷静に考えてその準備をするだけです。それだけで十分です。
私の姉ちゃん、もうすっごい心配性なんですよ。もうネタが次から次へと出てくるんですよ。心配性です。はい、今日は心配ばっかりしてしまう人のために動画をお撮りしました。いかがだったでしょうか？少しでも皆さんが楽しく、そして明るく、そして穏やかに毎日を過ごせるきっかけになれば嬉しいです。この動画いいねと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のセッションでお会いしましょう。さよなら。